はい、こんばんは、こんばんは。個人 VTuber のハイメ系です。よろしくお願いします。今日はね、昼ちょっと時間あれば配信しようかなと思ってたんだけど、がっつりね、気を失ってたというか、気づいたら10時間ぐらい寝てて、昼とかね、夕方配信できなかったんで、深夜に何か話せればなと思って配信を撮った感じかな。なんだろうな。結構夏、まだ終わってはいないけど、大きなね、三軒ランドっていう配信とかも結構終わったんで、ちょっとそういう話をしたりとか、あとね、まったりと寝るまでにお話できればなと思ってます。こんばんはいらっしゃい。そんなになんかトークテーマとかっていうのはやっぱ決めてなくて、今回は。X とかでもね、求めるトークテーマみたいなこと書いてたと思うんだけど、何かしらこうお話ししていただいたことに対してちょっとお話ししたりとか、まったりね、時間を過ごしていくみたいな感じになるのかな。時計邪魔だな。はい。こんばんはいらっしゃい。音声とかね、もし、なんかちょっと、大きいよとか小さいよとかあれば、ちょっとね、もともと小さめなんで、そこはね、もともと小さめなんだなと思っていただければ、他のね、方の配信よりは少し小さめに設定多分されてると思うんで、いいんですけど。どうですか皆さん、夏は満喫というか、もうじきね、8月も終わりそうな感じだけど、何かこう楽しめたとか、8月の思い出みたいなのってあるのかな。俺はなんか3件ランドが今回終わって、企画が、コラボとかね、少し誘っていただいてるので、企画とかがまだあるんですけど、それが終わればね、夏が終わったのかなというイメージかな。なんかありそう、みんな。夏こういうのしたよとか。なさそう。みんな夏満喫してない感じ。海とか山があるところ、1週間旅行に行きます。いいね、1週間旅行か。しかも海とか山があるんだ。いいなぁ。なんか、それこそ海とかってね、やっぱ夏を満喫できる場所みたいな感じだし、山とかはさ、バーベキューとかやっぱ山とかでやったり、あとね、なんか、場所にもよるけど、山とかその林みたいなところに入ると、マイナスイオンとかがね、発生してて、すごくリラックスできるようなところもあるんで、いいよね。いや、旅行いいなぁ。全然行けてないな、旅行なんて。いや、楽しそう。またね、一人の旅行もいいし、やっぱりこう気の置けないね、仲間みたいなメンバーと旅行行っても面白いのかなって思うしね。複数メンバーで行く旅行もやっぱいいよね。福岡から鹿児島に帰省しました。めっちゃ激混み。で、12時間くらいかかる。いや、もう混んでそう。福岡からがそもそももう混んでそうだしな。いや、このお盆とか、夏のね、お盆とかすごい混んでそうなイメージがある。
でも鹿児島、福岡から鹿児島だと飛行機ではない。もう普通に車なのかな。車だとめちゃくちゃ混んでるイメージがあるけどね。激混みみたいなイメージがある。福岡とか、その九州行くときって俺大体その飛行機で行くから、まあなんか割とそこまでの道のりは混んでるけど、まあ、空に飛んでしまえば混んでないっていうイメージなんだけど、そのあたりだと車だから混んでるのかな。12時間ってこと。大変だな。出張とかだとそんなに割と混んでないイメージなんだ。俺は。いや、やっぱりお盆とか夏ってやっぱこう、実家に帰るとかっていう人が多いイメージがある。いろいろなんか帰ってしまうイメージ、なんかどこかに帰るとか、まあ、そういうイメージが多いよ。今年大雨で渋滞がすごかったです。そうか、雨のシーズンだったのか。なんか、俺の住んでるところってまあ、天空とかって言ってんだけど、俺の住んでるとこ割とそんなすごい大雨っていうイメージがなかったから、九州とかはそうか、すごい大雨のイメージだ。あるのか、大雨が。だから、周りにあまり気にできてないって。なんか、8月に多分あったのかな。ツイッターで、まあ X か。X でこう大波みたいな、高波注意報みたいな、地震のね、あれであった時とかも、俺最初何があったかとか全然分かってなくて、見たらなんかみんなちょっと騒ぎ始めてて、まあこれは、なんだろう、その、注意を散漫になられたら危ないかなと思って、他の人がね、ちょっと心配になったので、まあ危険な時とかはね、X とか見るのもいいけど、まあ正確な情報をね、見てもらって、こう、判断してもらえたらいいかなと思いながら、まあ、自分のアカウントとかはもう動かないようにして、みたいな感じでやったことがあったんだけど、大変だよな、なんか、台風とか来て、九州とかってやっぱ大変なイメージがある。大雨だったりとか、あとその、本当に海に面してるとこで高波があったりとかも、イメージがすごい。そう考えるとちょっと天空の城に住んでる俺は、あんまりそういう災害に合わないというか、あった試しがないので、分かってないけど、危険度があんまり分かれてないっていうのもある。もし、なんかそういう場面に出くわしたら俺はどうできるんだろうみたいな、ある。夏なぁ。そう。こんばんはいらっしゃい。眠くなるまでお邪魔します。そうだね。俺も眠くなったら終わろうかな。でもちょっと10時間ぐらい寝ちゃったからな。眠くならないかもしれないけど。もしかしたらね、この後何か本当に意味わからない3時ぐらいからゲームとかしちゃうかもしれないけど。いやー、みんなにはね、ちょっとあんま悪いかなと思ってるんだけど。9月とかからちょっとお仕事を増やすので、配信が早くてもやっぱ10時過ぎ、11時過ぎぐらいになっちゃうのかな。最悪ね、やっぱ配信が深夜になっちゃうことの方が多いのかな。まあ、深夜になった時に配信をしない方がいいのか、まあ深夜でも配信してて、まあ、アーカイブみんなに追ってもらって楽しんでもらう方がいいのか、そこはね、ちょっと悩みどころではあるんだけど、俺自身ね、最近も結構深夜配信してると思うんだけど、深夜の方がやっぱ多くなっちゃうかもしれない。
今日はバイトして依頼の絵を納品してきました。耐えた。え絵を、絵を描いてるのか。いいね。絵を描いてるのか。クリエイターさんとかさ、まあクリエイターさんまでいかない人とかもまあそうだけど、実際なんかイラストを描いたりとか、なんだろう、音をね、ミックスしたりとかってできる人って、やっぱ一芸なんだなって、まあ、一芸だなって思いながら見てるんだけど、すごいよな。俺はちょっと絵を描いたりとかできなくて、あの、絵を描いたりもできないし、音を作ったりもできない。できることといえば、その作られた音に乗って声を乗せたりとか、まあ、絵を描くことはもうできないので、お願いするだけだ。だからちょっと尊敬はするね。深夜頑張って起きます。マジで無理はしないで。アーカイブ消すことは俺ないんで、配信で。配信でなんか、異常な時以外は、アーカイブ消すことはないんでね。よかったら、でも無理をせずに。まあ逆にね、その、深夜に起きてくれて、見てくれるのもすごく嬉しいし、コメントくれるのもすごく嬉しいんで、すごいありがたいんだけど、なんかね、こう、結構よく言われるのは、俺に付き合うと体が壊れるってよく言われる。俺ほとんど寝なかったりとかするんで、そこにね、合わせちゃうと体壊れちゃうんで、それこそ無理だけはしないでほしいかなって。嬉しいんだけどね、すごく。コメント、もうなんか深夜に配信してるとさ、やっぱみんな寝たりとかしてるんで、まあ、結構コメントくれない人、くれなかったりとか、もうそもそも同説、要はみんな来てくれる人って普通は少ないじゃん。深夜なんてみんな仕事帰りで疲れて寝てるしさ。まあ、その中で来てくれたりとか、見に来てくれたりするのはすごくありがたいし、今後ね、まあ、深夜だけじゃないけど、ちょっと遅くなっちゃうかもしれないけど、まあ、よかったらね、時間あって、明日休みだなとか、今日はまあ起きてられるなみたいなことがあれば、みんなね、見に来ていただいて、俺をなんかこう、有名にしてもらえたら、みんなの力でね、俺だけの力では無理なので、認知度を上げてもらえたら嬉しいかな。いろいろね、他にこう企画とかも、まあ、俺の企画じゃないんだけどね、お声掛けいただいてるものとかがあったりするので、俺の絵を見てみたい。あ、ちなみにね、なんだっけ、8月30日に、とあるVTuber さんが、8月に何があったのっていう、あの、絵日記みたいなのを募集してるんだよね。なんだっけ、8月の思い出何があったかみたいなのを、まあ、絵日記書くみたいな。それにお声掛けいただいて一応それを書いて提出しようかなと思ってて、ただ、俺、絵を描くって言っても、スマホしかなくて、で、スマホのペンもなくて、指で描くみたいな。指でしか描けないみたいな感じなんだよ。なので、まともな絵ではないんだけど、指で描くのってめちゃくちゃ難しくて、まともな絵にはなれないんだけど、まあ、その絵を描いたので、もしよかったらね、その時になったらね、リポストするので、この企画に一応参加したんだよみたいな企画を出すのでね、リポストするんでまた見て、その配信見てね、俺の絵をどんな感じだったか見てもらえたら、まあ、全く期待せずに、なんか、指で描いてこんな感じなんだなみたいな見てもらえたらいいかな。そうだね、俺の夏休みの一日、その一日に何があったかみたいな。いや、本当に、俺らしいのかなっていうイメージだけど。うん。あとはそうだな、夏が終われば、まあ、みんなね、こう、
多分夏って結構暑いイメージで、ワット、まあ夏フェスとかいろいろあったりとかして、結構暑くなるイメージがあってみんな。で、9月とか10月になると、まあ、少しずつ落ち着いていくのかなって。俺の配信内容もね、自分の配信に戻っていくのかなという感じかな。そう、指で書くのね、めちゃくちゃ難しいよね。マジで。なんか、細かく、まあ、そもそも書けないし、指だと、なんか、書いてるところのポイントが見えなくて消えちゃって、何も書けないんだよね。めちゃくちゃ難しくて。で、iPhone って、加圧式じゃないから、あの、なんていうのかな。細いペンとかも使えなくて、iPad とかだと加圧式なんで細いペンを使ってできるんだけど、iPhone ってその静電気式というか表面に静電気が帯びてるのに反応するんで、もうその細いペンを使えなくても書けないから指で書くみたいなしかできなくて、俺は。結構ね、結構強烈な絵だったね。それをちょっと期待せずに見てほしい。はい。深夜ね。なんか普段はね、まあ、最近追ってくれてる人って多分わかると思うんだけど、深夜にね、配信することが本当に多いんで、そう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 、超ドアップでね、なんか、そう、ビュってこう、アップにして、ちょっとずつ指で書いていくみたいな感じしかね、書けないんだよね。で、間違ったらこう、戻して、みたいな感じだね。深夜助かるって言ってくれるのはね、マジでありがたい。深夜とか、多分今最近追ってくれてる人って多分わかると思うんだけど、ゲームの内容で言うと、あの、なんだろまったりじゃないけど、まあ、謎解き系とかパズル系とか、あとまあ RPG だったりとか。まあ本来はね、俺が一人でやるゲームってそっち系で、まああとシミュレーション系のゲームかな。本当はね、今日もちょっとよく、みんなが見ててすごく楽しいかどうかわかんないけど、めちゃくちゃはちゃめちゃなね、あのゲームをやろうと思ったんだけど、内容的にはなんか、そうだね、100% 完全ランダムで生成されるアイテムとか、マップを、まあ、クリアしていくみたいな。しかも自分がどう考えるかは、その時次第の、まあ、本当にその場その場で考えて挑戦するっていうことを主体にしたゲームっていうのがあって、それやろうかなと思ったんだけど、さすがにちょっと告知もしてなかったし、なんか面白そうなんで、知ってほしいゲームはちょっとちゃんと告知してからやろうかなって最近思い始めたけど、普段はゲリラでやってるね。最近はゲリラでやっちゃってる。水がね、流れて花が咲いていくゲームって配信したんだけど、あれも本当はみんなにすごい、なんだろう、クリアしてほしくて、なんだっけな、50前ぐらいかな、49ステージぐらいまではクリアしたんだけど、その先ちょっとどうしようか迷ってたりとか。なんか全部ゴールまでクリアしちゃうと、全部がネタバレになっちゃうみたいな感じのイメージが俺にはあって、なんか最後の最後までは、なんか気になった人が自分でこう楽しんでほしいなとかっていう感じがあるんだよね、俺の中で配信って。もちろん世の中ってやっぱ誰かが配信してて見たら答え全部わかっちゃうみたいな世界はあるんだけど、俺の中では俺の配信見てて楽しいなって思ったら、最後までは一旦パズルとかはね、ステージがあったら、
途中ぐらいまでステージクリアして、あとはみんなにこう、クリアしてもらって、楽しかったな。このゲーム見てて面白かったし、やってもやっぱり楽しかったな、みたいな風に思ってもらいたい配信者なんだよね。俺は。そうそう。もちろんね、なんか終わりまで見たいなっていう人もいるかもしれないけど、多分そういうゲームは、その RPG とかでいいと思うんだよ。物語の最後がちゃんとあって、そこまではちゃんと見たい。俺はそういうゲームは最後までちゃんとやるんで、それ以外ね、ステージで分かれてるパズルゲームだったりとか、物語性のないものはね、途中でもしかしたら止めて終わっちゃうかもしれないけど、そういう意図があるんだなと思ってもらえたら嬉しいかな。でね、こういう話をしてるとね、ゲームがしたくなるんだよ。ゲーム配信がしたいとかね、ゲームがやっぱしたくなる。でゲームするなら、みんなとね、こう、みんなに共有しながらやりたいよねってなるよね。実際。俺はなるんだよ。一人でやるよりも、共有してみんなでやりたいよね。ね。多分ゲームにね、興味ない人も多分いると思うけど、そういう人はね、こうやって雑談に来ていただいて、お話ししてもらう。で、ちょっとね、俺も、リスナーさんにいただいた、えあありがとう。てか、無理しないでね、ありがとうね。本当に。嬉しいです。ちょっとコメント見よっか。ここにね、コメントがね、載せれたらいいんだけどね。いや、マジで気にしなくていい。ちゃんと多分アーカイブとか見てくれてたりすると思うから、マジでね、本当に気にしなくていいよ。見れてないとか、終えてないとか、本当にね、見てくれてるのも多分分かってるし、アーカイブとか。本当に感謝してます。もうじき多分、収益化とかがね、通ったら、みんなにもね、告知したりとかしようかなと思ってたり。あとはね、スタンプだね。メンバーシップは、やっぱスタンプをみんなで共有できるものであるっていう俺の認識なので、メンバーシップはね、やっぱ作って、スタンプをみんなに使ってほしいなと思って、作ろうかなと思ってます。ちょっと先になるかなと思う。そもそも、なんていうのかな。収益化って、再生時間みたいな、再生時間がね、すごくあるんですよ。決まってて何千時間、3000時間ぐらいかな、初回は。3000時間ぐらい、あって、それをクリアしない限りは、収益化は通らないよ。で、登録者が500人いないと通らないよみたいなのがあるので、すごくね、長い道のりではあるんだけど、よかったらね、ゆっくりお付き合いいただけたらいいかな。こう、熱くなりすぎても、ね、俺のこと飽きないでねって俺いつも思うんで、俺のことを飽きないでほしいなと。まったり俺の成長を見守っててほしいかなと思うので、ぜひ楽しんでね。楽しみやね。実際、
みんなの正直みんなのおかげでね、まだ半年にもなってないのかな。半年にもなってないけど、結構そのアーカイブとかみんな見てくれてて、実際ね、本当にみんなが見てくれてたりとかするので、結構進んでるんですよ、実際は。えっね、あと5分 ?6 分の1ぐらいかな。もう6分の5は進んでるって感じかな、その再生時間っていうのも。多分今2500時間は超えてるのかな、多分。そうそう。結構ね、みんな本当になんか協力してくれたり、みんながアーカイブ見てくれてるっていうのはね、その時間とかも見ればわかる。すごく回してくれてたりとか。で、一番嬉しいのは、ここだけの話なんだけど、同説もすごく嬉しかったりとかするし、コメントも嬉しかったりするんだけど、後々こう回してくれてるアーカイブをなんか見てくれてるっていうのもすごい伝わってくる増え方をしたりとかするんだよね、その再生回数みたいな。で、これみんなにすごく嬉しくて伝えたいというかあれなんだけど、俺が一番嬉しいのは自分の再生とコラボとかの再生があの結構こう変わらないぐらい再生されてたり、変わらないぐらい同説で来てくれてたりするっていうのはすごく嬉しいことだなって。俺はそのみんなに伝えてる通り、配信者として活動者として配信してるので、なんかね、ちょっとあの人と仲良くなりすぎとかって思う人とかっているかもしれないけど、1ミリもそんなこと考えなくていいかなって思ったりしてて、企業さんの配信者さんとかがそんなことあるわけないって思うのと一緒で、俺にとってはその男性活動者も女性活動者さんも総じてただの活動者というか、友人、フレンドみたいな感じで、友達とまでは言わなくても活動者仲間なので、何か特別な関係になることは100% ないし、そういう意味でね、なんかコラボとかでもみんな再生して回してくれてるのがすごく嬉しくて、正直なとこね、個人でもちろん回してもらいたいし、なんかいきなりコラボだとめちゃくちゃ減るみたいな人も中にはいるんだよ、やっぱどうしても。すごく、すごく、例えば俺のことがすごく好きでいてくれて、俺と会話するのだけが好きな人が、他の人とコラボしてたら見ないみたいな人もたくさん、いると思うんだけど、そういう人とかがそんなに多くないのかなって思ってて、今みんながこう俺についてくれてるリスナーさんがすごく嬉しいなっていうのが今の感想なんだよね。もちろんそのまま俺は多分生きていきたいし、なんか正直メロがるとかあるじゃん。こう男性活動者さんにこうメロさを感じるみたいな、そんなその俺がみんなにメロさを与えられるかっていうと多分与えられないんだよ。俺はそういうタイプではない。こうやってお話しすることぐらいしかできない。メロがられることってあんまないと思うんだけど、それでもね、よかったらこうついてきてもらえたら、俺はね、できるだけのことを返すと思うし、すごく、今の感想はすごく嬉しいなって、みんながこう、ついてきてくれてて嬉しいなっていう感想かな。収益化の時にもね、多分みんなにすごく感謝をすると思うんだけど、こうやってね、深夜に来てくれてるみんなには少しお話ししとこうかなと思って、今後もよろしくお願いしますっていうね、ことですね。ここみんな感動するところ。すごい今感
感動場面だよ。なんかこうコメントで感動したっていうのが流れる。そうそうそう、胸熱が流れる場面。ちゃんとやってくれるじゃん、みんな。ちゃんとやってくれてるじゃん。乗ってくれるじゃん。まあ実際ね、なんか感謝とかは、うん、言葉にしないと伝わらないこともあるけど、俺はあまり言葉にすることが苦手なので、まあ感謝してるっていうことだけ分かっていてもらえたらいいのかなと思います。涙で。ああ、水道いらずだね。てかもうそれ、泉できんじゃない？マイクラの泉みたいにできて、そこから水取れるね、バケツで。はい。というわけでね、まあ少し、まあ、俺の話をしちゃいましたけど、どうみんな、夏は。もう夏終わるじゃない？実際は。なんか秋は、こういうとこ行きたいなとか、なんか予定立ててたりするのかな？秋って結構休みそんなに多くはないけど、紅葉のシーズンだったりとか、結構その景色が綺麗なシーズンではあるよね。夏はちょっと暑いから外に出ない人が多かったりするけど、秋は涼しくなって、まあ、その美味しいものを食べに行く食欲の秋だったりとか、あとその紅葉を見に行くような、まあ、山を見に行ったりとか、どうみんな何か予定とかは立ててるのかな？まだ早いか？キャンプにいいな。キャンプに行きたい。いいな。キャンプに行きたいはある。あ、こんばんはいらっしゃい。つい先日の恋愛相談丸配信で恋愛経験ないのに恋愛相談持ちかけられてどうしよう。おめでとう。その後輩ちゃんおめでとう。確か、あれか、後輩ちゃんにまあ、あれかな、服装とか聞かれてどうしたらいいかなみたいな聞かれてて、あれか、どうしたらいいですかみたいな。で、まあ、クーラー効いてそうだからみたいな話してたやつかな。なんかそっち系かな。おめでとう。キャンプはね、いいよね。キャンプ、俺も行きたいけど、俺の場合はなんか、一人キャンプとかなんだけど、どうなの？最近さ、流行ってるのはさ、キャンプっていうのもあるけど、グランピングとか流行ってるじゃない？結構こう、設備がある程度整ったところに行って、あの、こう、キャンプのちょっと、なんていうの、敷居が低いバージョンみたいな。そっち系なのかな？それとももう完全に山に行って、自分たちでこう、火を起こして、キャンプするみたいな。俺なんか、俺自身はキャンプに行ったことはあっても、そのグランピングには行ったことがなくて、なんかね、キャンプ用品みたいなの持ってて行くんだけど、まあ、本当に自分でね、こう、いろいろ持って行って、あとまあ釣り用具持って行って、川に、まあ、ちょっと山の中にある川とかで、まあ、ちょっとキャンプとかしたりするんだけど、あ、完全に自分でするタイプ、いいよね。いい。それね、いいんだよね。最高だと思う。秋のさ、その紅葉シーズンとかさ、すごく素敵だよね。なんかしかも、まあ、変わりきるっていうのもあるけど、変わりきらない、まだ緑とこう紅葉シーズンのカレーが混じっ
てる時が一番綺麗で、そこでなんか、キャンプするのはね、多分最高だと思う。まあでもね、こう、場所も結構限られてるから、キャンプしていい場所とか、しちゃいけない場所とか、そこはね、なんか結構注意が必要なんだけど、いいと思う。キャンプね、楽しんでほしい。燃やしてしまう。危ないな、それは。まあ、でも結構ね、最近のキャンプ用具ってすごく、なんだろう、簡易化されてるものがあったり、まあ、着火剤とかもね、すごく燃えやすかったりとか、結構ね、その変に燃えないタイプのものが多かったりとか。あと俺がその愛用してる塩の板とかね、なんかいろんなものが出てて、なんかねキャンプ用品に買いに行くだけでも楽しいみたいな。キャンプするために用品を買いに行くんだけど、それだけでも楽しいみたいなのある。すごく素敵だと思う。秋か。バーベキューとかすると最高なんだろうね。なんか網でさ、まあ、塩の板とかでこう、焼く。でそういう時はさ、なんか牛とか、なんだろう、豚とかじゃなくて、ぜひね、イノシシとか、あの、まあ、できれば、イノシシとか、まあ、あんまり買うことができないんであれなんだけど、ラム肉とか、そっち系のね、ちょっと臭みのある肉をね、ぜひ楽しんでほしい。塩コショウちょっと強めで、なんかね、そういうね、山の中で、ちょっとこう、山の臭みのあるような、肉の中でも臭みのある肉を楽しんでほしいのが俺のキャンプのあれだね。うん、なんか俺の癖みたいになってるけど。そうそう、テンション上がるし、なんか最近いろんなものがやっぱ出てるんだよね。いろんなものがすごく出てて、いいなって思う。秋とはあんまり関係ないけど、一昨年行ったキャンプ場、星がすごい綺麗でよかった。ああ、いいな。なんか上を見上げたら、まあでも星空綺麗なところって確かに秋は、まあ秋っていうよりなんか、あれだよね、夏とかもそうだし、星が綺麗なとこってまあ年中綺麗みたいな関係性あるよね。いいよな、星空。で、なんか秋は秋でなんか有名な星あるのかな。俺結構星座とかにはそんなに詳しくなくて、夏はさ、なんか夏の大三角とか、まあ歌にもあるようなね、夏あるじゃん。アルタイルとかベガとか。秋とかってなんかあるのかな、星座とか。星空か。満天の星空、キャンプで見るのすごいだろうね。見上げて。で、テントでしょ、しかも。多分自分で行くってことはテントだから、テントでさ、こう、本当に大自然の中で星空見るってやばいだろう、普通に。いや、最高だよな。いや、行きたいな。まあ、俺は一人でいつも行くんだけど、星空が綺麗なところではないからな、俺のいつも行くとこは。そういうとこ行きたいよな。それは何なんか、その地元とかなのやっぱ九州とかってやっぱ、なんだろう、綺麗なとことか多いのかな。俺は、俺はちょっと綺麗なとこじゃないな、星空が。やっぱ場所によるよな。その場所、その世界による。いや、いつか行けたらいいな、俺も。その時はなんかあれ、あの、X とかの YouTube とかのコミュニティに載せれば星空を見上げてキャンプしてるみたいな。うわ、おしゃれ。そんなの俺ができるわけないかもしれないけど、おしゃれだな。スマホに閉じ込められない風景。エモさね。少しの寂しさ。
なんかちょっと心に来てるじゃん。こう、いろんな感情が噛み合ってる。いや、いいなぁ。キャンプか。あ、無理無理。俺、おしゃれわかんないから。できるとしたら、食べ物しか載せないしね。ほとんど。いやでもね、綺麗なものはね、綺麗だって感じれるタイプの人間だよ。ちょうどリスナーさんからいただいたものが届いたんだけど、ゼリーをね、いただいたんだけど、めちゃくちゃ綺麗なおしゃれなゼリーがあって、俺はそれが来たんでね、背徳飯でまた、ちょっと配信しようかなと思ってて。夏とか、夏はね、きつい。冬は好きなんだよね、俺逆に。極端すぎるけど、冬のキャンプ俺大好き。まあちょっとね、冬はね、なんか配信活動冬眠するかもみたいなこと言ってたけど、実際冬って俺キャンプ、ソロキャンプ行ったりとかしてて、ちょっと配信の頻度下がるかもっていうのはそういうあれなんだよね。でなんか寒い中で白い息吐きながら、こう、キャンプ場で自分でコーヒーをこう引いて、あの、ぐつぐつと煮立てて、で飲む。めちゃくちゃ好きなんだよな。わかってくれるかな。わかってくれないか。どうだろう。秋の過ごしやすい天候もベストなんだけど、もう極端に冬の寒さの中でこう、白い息を吐きながらコーヒーを熱々で飲む、その山の中で。っていうシチュエーションもやっぱ冬にしかできないことだから、ものすごく好きなんだよね。語彙力低く、好きしか言えない。でも好きなんだよな、あれが。あ、どうだろうな、コーヒー豆にもよるし、あの、なんだろう。こう引くのって、まあ自分でコーヒーの豆を選んでやるんだけど、好みに分かれるというか、俺が選んだコーヒー豆を、じゃあ、こうみんなが飲んだら美味しく感じるかどうかっていうと、それはもう味覚の問題になっちゃうかな。ただ、そう言ってるみたいに、その山の中でキャンプに行って、こう白い息を吐きながらコーヒーを飲むっていうのは、その雰囲気だけで美味しさがアップしてる。これはもう確実。雰囲気でも確実。夏の祭りで屋台が美味しく感じるのと一緒。あ、いいな、カップラーメンいいね。わかってる。いいな、カップラーメン。熱いね、汁までこうずっといくな。キャンプの話になってるわ。いやー、それを言われるとね、やっぱキャンプ行きたくなるんだよな。キャンプ行きたくなるし、あの、よく俺が配信でやってる背徳飯っていうお名前いただいたんで、それを使っていこうかなと思うんだけど、その背徳飯でも、あの、その場でちょっと調理したくなるんだよね。こういう話聞くと。いつもは俺自分で作った後に配信場所に持ってきて、まあ移して食べてるんだけど、それよりこう、この場で調理しつつ、移して熱々食べたいってなっちゃうよね。結構設備がね、大変なんだよ。電気が大変というか。ガスはちょっとやっぱ使いたくないしさ、近くのこの配信機材のところで。結構大変だけど、まあそういうのも買おうかな。この電気ホーム。ここで調理ができるような。その方がさ、熱々で見やすいし、うまいよな、絶対。こうみんなの前でさ、もう焼いてさ、色が変わっていくの見てさ、うまいな、っつって多分。ただの飯テロじゃん。俺の配信。そういう配信もやっぱね、やりたい。まあでも深夜にそれをやるかと言われると厳しいよね、みんな。みんなと一緒にご飯食べれないもんね、それ。
その時はやっぱちゃんと夜食べれる時にしたいな。まあ、晩酌配信とかで焼き鳥焼きながら食べるっていうのもあり。そういうのもあり。全然。いや、俺も食べたよ。俺も食べたし。なんなら今こうやって喋ってる俺もお腹減ってるから。お腹減ってるからね。俺も。まあ、それになんか配信してるとそもそも頭使ってお腹減るしな。糖分も減るし。コーヒーもめちゃくちゃ飲んじゃうしな。いやー、いいね。なんか、こうやって話してると自分のやりたいこととか配信したいことって明確で、自分の中でもやっぱ決まってるからいいなって思いながら、それをみんなでね、楽しめるのもいいなって思う。とりあえずなんか食べるっていうのはね、俺の中で絶対なんで、ぜひ、みんなもね、なんか、俺が食べる配信、サムネでね、背徳飯でこうなんか食べる配信するときは、なんかちょっと食べ物を用意してもらったりした方が、よりこう、お互い食べながら、何食べてんのみたいな。言いながら食べられるんじゃないかなと思う。はい。というわけでね、ちょっとみんなと話せてよかったかなって思うのと、まあ、もう3時なんでね、皆さん、ゆっくり、ゆっくり寝ていただいてもいいかもしれないけど、もしかしたら配信するかもしれないけど、ちょっとわかんないけど、このね、雑談枠は一旦、終わろうかなと思います。みんな夏満喫できたかな？次はね、秋を満喫してもらって、俺と一緒にね、食欲の秋を、満喫していただければいいのかなと思います。何か食べようね。じゃあ、お疲れ様。